私たちが日頃何気に使っている郵便番号、皆さんにとってどういう存在でしょうか。何桁の英数字が手紙や荷物を正しい場所へ導いてくれるためのものといったところでしょうか。イギリスでは郵便番号は単なる仕分けシステムではなく、人々の生活に関わっています。多くのイギリス人にとって郵便番号は自分のアイデンティティの一部で、ロンドンの W1、マンチェスターの M4、グラスゴーの G1 などは単なる地理的な識別ではなく文化的な意味も持っています。そのため歌詞の一部に郵便番号が入っているケースも少なくありません。不動産価格や公共サービスのアクセスに影響を与えるだけでなく、郵便番号はギャング同士の抗争の原因にもなっています。今回はイギリスにおける郵便番号について簡単にご紹介いたします。皆さんこんにちは、しんです。今回はこの郵便番号というところのお話になります。で今私の、後ろに見えていますのが、マウントプレス、郵便物処理センターというところになるんですけれども、こちらはですね、昔もともと刑務所だったみたいなんですけれども、それが郵便物の処理センターに変わったそうで、一昔前までは、世界で一番大きい、郵便物処理センターの一つとして知られていたようです。で日本だとこの郵便番号を使うケースってあまりないと思うんですけれども、だいたい郵便物を送るか届ける時に使うぐらいだと思うんですよね。なんですけど、イギリスに来てですね、郵便番号ってなんか意外といろんなところで使われているなっていうような実感はあります。で実際ね、これ多分都市部中心だと思うんですけれども、例えばロンドンの友達とかと会話しているときに、たまにどの辺住んでるのっていうような、話になったときに、いや W5 だよとか、E18 だよとかっていうところで、郵便番号がなんとなく使われているイメージはありますね。で私の友達に、ロンドンに住んでる人がいるんですけれども、その友達が自宅近くに1回救急車を呼んだそうなんですよね。でその時に住所より先に、この郵便番号のところをお伝えしたようで、そういう使い方もあるんだなっていうので、いろいろこの郵便番号っていうのは活躍の場っていうのもあるし、出現率が高い気はするんですよね。なので今回の動画はもうちょっとこの郵便番号のところについて掘り下げていきたいなと思います。まずイギリスの郵便番号の構成について簡単にご紹介できればと思います。1960年代に誕生したイギリスの郵便番号は2つの部分から構成されており、前半と後半のコードに分かれております。前半のアウトワードコードは地域や地区を識別する部分で、後半のインワードコードは特定の通りや建物を特定する部分になっています。ここは日本と似ているような気はします。例えば僕が個人的に気に入っているロンドンにあるマレーシア料理のノールマっていうのがあるんですけれども、こちらは西ロンドンにあって、そこの郵便番号が W249J になっています。前半の W2 がベストミンスター一帯の識別コード、後半の 49J はより詳細なエリアのコードになります。この場合、後半はその一帯を指すものになるんですけれども、直接建物を指すケースも実際ありまして、ロンドンハイドパークにあるケンジントン宮殿の郵便番号は W84PX になっているので、その 4PX というのが建物の識別のコードになっています。でこちらのシステムは1857年にロンドンで導入された郵便地区制度からスタートするんですけれども、その後何度か改正されて1974年のシステムが、今日でも使われているシステムっていう風になります。現在イギリスには約180万の郵便番号というのが存在し、約3100万の住所をカバーしていますが、都市部では精密である反面、郊外だと、郵便番号が広範囲のエリアを指すケースっていうのも結構あります。特に言われているのがスコットランドのアイバーネス地方になり、例えばこちらの宿泊施設カーンロックコテージの郵便番号は IB26XB となっていますが、この番号を地図上で見るとかなり広範囲を指していることがわかります。でイギリスでこの郵便番号の違いが最も顕著に現れるのって、やっぱり不動産なんですよね。これって多分日本と似てる部分はあって、例えば東京でいうと港区だったり、大阪でいうと西区が、なんとなく高いイメージはあるんですけれども、それと似たような感じで、イギリスにもこの郵便番号によって不動産価格が結構変わってくることもあります。でロンドンって結構きめ細やかに郵便番号が分かれているんですけれども、例えば今私が立っている側、W1 になるんですけれども、こちらはロンドンの高級住宅地っていう考え方になります。そして向かいにですね、NW1 があるんですけれども、通り1本挟んだだけで、違う
郵便番号になります。で郵便番号によって不動産が高い安いってそれぞれ事情はあって、値段が変わってくることにはなると思うんですけれども、私が不動産屋から聞いたお話によると、一部、特定のバイヤーではもうこの郵便番号の物件しか探してないみたいなバイヤーもいて、やっぱりその郵便番号に対しての、執着っていうと語弊があるんですけれども、こだわりっていうのがやっぱりあるみたいです。でちょっと僕が驚いているのは、イギリスって自分の住んでいる場所または自分の会社が所属している場所の郵便番号をですね、当局に変更するように申し出することが可能になっているみたいなんですよね。でそもそも変更する理由って何なのかっていうところで、いわゆるその、より権威のあるまたはその価値のある、郵便番号に変えることで、それぞれ、各自そのプラスになるよねっていうので申し出ることが可能になっているみたいです。で実際どれだけその申し出が、なされているのか、そして実際通っている件数っていうのはちょっと僕には分からないんですけれども、通るケースもあるみたいです。で例えばなんですけれども、ロンドンの南にですね、イーストダリッジっていうエリアがあるんですけれども、あそこはもともと郵便番号が SE22 だったらしいんですよね。でそれをですね、当局に SE21 に変えてほしいっていう申し出をしたそうです。で SE21 っていうのは、その南ダリッジエリアの方でも、高級エリアっていう風にされてるみたいなんですけど、その22から21に変更したことによって、これ通ったみたいなんですけれども、変更したことによって、そこの SE イーストダリッジ、もともと SE21 のエリアの不動産価値っていうのがぐんと上がったみたいです。でこれは別にイギリスに限ったことではないと思うんですけれども、保険会社の方でも保険料っていうのが、郵便番号によって変わります。なので例えばこのエリアは、治安がいいから住宅保険の値段が、少し安くなるだったり、ここの治安は悪いから自動車保険の値段が少し高くなるみたいな、ケースっていうのは実際あるようです。でイギリスにはですね、ポストコードロタリーというものがあります。これ具体的にどういうものかというと、自分の住んでいる場所の郵便番号によって受けられる、公共サービスが変わってくるというようなものになっていて、具体的にはですね、例えば自分の住んでいる、場所の郵便番号によって、病院の待ち時間が変わったり、あとは例えばその学校の良し悪しも変わってきたりするようなものになっております。なので結果的にそこまで顕著じゃなかったとしても、実際にいい郵便番号悪い郵便番号っていうのは客観的にデータ上あるようなものになっています。でもう一つですね、イギリスにはこのポストコードロタリー、郵便番号の宝くじみたいなものがあるんですけれども、これはいわゆる自分の郵便番号を使って宝くじに応募するみたいなものになってます。毎週ね抽選が行われるみたいなんですけれども、一等賞は確か100万ポンドかなんかっていうところで、結構その郵便番号に対しての、違った使い方というか見方っていうのがあります。で郵便番号の持つ影響力というのはギャングメンバーの、縄張りにも影響しているようです。2000年代初頭からですね、この縄張りの争いっていうので、結構その暴力事件だったり組織犯罪事件っていうのは起きちゃっているようです。でギャングメンバーからするとですね、この郵便番号っていうのは、自分がそのギャングのいる組織の証だっていうふうに見ていてですね、その組織のためであれば、何の犠牲も厭わないっていうような考え方を持っている人がいるようです。でこの郵便番号で引かれた境界線なんですけれども、考え方としては、その境界線内には一つのギャングがあるっていうような考え方なんですけれども、もちろんねそれぞれの区画ごとに、ギャングがいるっていうわけではありませんが、ロンドンで有名なギャングでいうと E8 だったり SE15 だったり、あとは N17 っていうエリアとかはですね、その活動しているギャングっていうのがあるので、そこで対立が起きるっていうような話はよく聞きます。でこうした対立というのは、しばしば、暴力沙汰になるんですけれども、異なるエリアに属しているっていうので、狙われる可能性っていうのがあるんですよね。なので一部若者からすると、その数本通りしか挟んでないんだけど、それが違う郵便番号になってしまうと、決して、そこに行かないっていうような、考え方を持っている若者も結構多くあります。そして多くのギャングというのは、ナイフだったり、銃だったり持ってたりするので、対立の時に使われるんですけれども、犠牲者の中にはですね、たまに全然関係のない、人たちが巻き込まれるケースも、実際あるようです。でこのような、ギャングのいわゆるその縄張りっていう意味での、見えない壁っていうのが存在していて、で一部その主にギャングメンバーだと思うんですけれども、例えば、敵対しているギャングの郵便番号
に学校があります。または仕事をする機会がありますっていう風になったとしても、行かないようにしてるんですよね、彼らからすると。なので社会的な流動性っていうのは結構限られちゃっていて、基本的には自分の所属している郵便番号内でしか活動しないような現象が起こっちゃっているようです。なので現在その見えない壁を取り除くプログラムだったり、啓蒙活動っていうのはされてるみたいなんですけれども、あまり郵便番号にとらわれずにですね、できるだけ流動性を高くして、新しいアイデンティティを持つっていうようなコミュニケーションはやっているみたいです。で、今回こちらの動画ではイギリスにおけるこの郵便番号の使い方というか、シチュエーション、あとは象徴みたいなものをご紹介させていただいたんですけれども、もし皆さんが使っているこの郵便番号の面白い使い方とか、面白い意味みたいなのがあればですね、ぜひ教えていただきたいなと思います。で、ちょっと地味なお話にはなってしまったんですけれども、今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。